おはようございます。僕は今長崎県平戸市に来ています。後ろにちょろっと見えているのが平戸大橋。いやー、桜が綺麗ですね。今この場所は田平公園っていう場所なんですが、田平公園には遊具とか大きな滑り台もあって展望台があります。平戸市の人口はおよそ2万7000人。平戸市は九州長崎の北西端に位置しています。そして赤い橋、平戸大橋を渡った向こう側のエリアが平戸島です。で、平戸島のエリアと今僕がいる九州本土側の田平というエリア、その他大小さまざまな島々で構成されています。そして平戸は日本で初めて西洋との貿易が始まった場所でもあるんです。ポルトガルやオランダの船がやってきたことで異文化やキリスト教の歴史がこの地に根付いています。今回はそんな平戸市を観光していきます。このすごい青い海と赤い橋、そして桜のピンク、めっちゃいいですね。本当に春にはもってこいの場所ですね。まず最初にやってきたのはカトリック田平教会田平天主堂です。この田平天主堂は五島列島出身の教会建築家鉄川与助さんという方が設計と施工を手掛けました。鉄川さんは県内を中心に数多くの教会建築を手掛けていて、世界遺産の構成資産になっているものもたくさんあります。田平天主堂は世界遺産の構成資産ではないんですが、国の重要文化財になっていて、鉄川与助の代表作とも言われているそうです。神聖な祈りの場所なので堂内は撮影できませんが、見学することはできるので見学していきます。こういった貝殻焼き場もありました。田平教会では赤レンガの目詰めに甘皮、石灰と赤土を混ぜたものを用いたそうです。で、それらを信者の方たちが貝殻を焼いて自分たちで作ったそうですね。桜と教会、めっちゃいいですね。中も見学できてよかったです。平戸は海鮮が美味しいみたいなので海鮮を食べに行きます。昼ご飯を食べにやってきました。お食事の店満腹。なんとこのお店お刺身が食べ放題です。お刺身のおかわりができるのは定食の松竹梅の3種類。このうち松と竹はなんとおかわりが無制限。今回は真ん中の竹定食を注文しました。お刺身だけじゃなくエビフライと白身魚のフライ、そばや小鉢までついてボリューム満点です。刺身の種類は日によって変わるそうで、この日はヒラマサ、タイ、マグロ、ブリといった魚が並んでいました。平戸の海はいろんな魚が取れる豊かな海域だそうで、このおかわりサービスも平戸の美味しい魚をお腹いっぱい食べてもらいたい、そんな思いから続けているそうです。はい。おかわりもおすすめしてもらったんですが、竹定食そのままでもかなり満足感がありました。まさにお店の通り満腹になりました。お刺身のおかわりができるということで有名な安くて美味しい店なんですが、まさかのおかわりできませんでした。竹定食の普通の量でお腹いっぱいになっちゃいましたね。それはそれでいいことだと思います。そして満腹があったのがあそこのビルなんですが、目の前には平戸瀬戸市場っていう市場がありますね。ここは2階がカフェになってて、1階では鮮魚とか農作物が売ってます。これから平戸大橋を渡って平戸島の方に観光しに行こうと思います。さあ、この真っ赤な平戸大橋を渡っていきます。いや、海が青くて本当に綺麗です。平戸城が見えてきましたね。さあ、続いて平戸城にやってきました。さあ、登っていきます。ちょうど桜が見頃で綺麗ですね。石垣もすごい立派ですね。平戸の観光名所をまとめてくれてます。そしてそれを現代の鳥瞰図にしてくれてますね。
平戸港を中心にいろんな施設が集まってますね。さあ登ってきました。天守閣は右。やってきました。平戸城です。いやー、めっちゃコンパクト。頑張れば登れちゃうんじゃないかっていうぐらい結構小さいです。さあ入っていきましょう。大人520円です。チケット買いました。入場。平戸城は平戸島と九州本土の間にある平戸瀬戸に突き出し、平戸の町を見下ろす場所に築かれたお城です。亀に似た形から別名亀岡城とも呼ばれています。その始まりは1599年、平戸を治めていた松浦重信がこの場所に日野滝城を築いたことに遡ります。ところが1613年、ほぼ完成したその城は松浦重信自らの手で焼き払われました。その背景には天下が豊臣秀吉から徳川家康へと移る中で、豊臣氏との関係が深かった松浦家が幕府に忠誠を示すためだったとも言われています。その後およそ100年を経て城は再建されますが、この時天守は作られませんでした。そして明治時代の廃城令によって平戸城は廃城となりました。現在の平戸城は1962年に復元されたもので、今では日本100名城の一つにも選ばれています。平戸城の天守閣にやってきました。360度外にも出ることができて、平戸の海、平戸瀬戸を見て楽しむことができます。気持ちいいですね。こうやって下を見ればこんなに高くないことがわかるんですが、天守閣まで登ってくると景色素晴らしいですね。この海の透明度伝わるかな。結構透明度高いですよ。向こうには先ほど渡ってきた平戸大橋が見えます。こうやって見ると平戸港周辺に町ができています。あれがオランダ商館ですね。そしてその後ろに見えるのが今日泊まるところです。この港があって、真ん中にちょこんと島があって、で海っていう感じがちょっと唐津にも似てますけど、平戸は平戸でまた違いますね。いや、平戸城見てきました。平戸城サイズ感がちょうどいいですね。本当にサクッと観光するにはぴったりの場所でしたね。最近リニューアルしたそうなんですが、映像を使った展示になってて、それがめっちゃ分かりやすかったです。本当何も知らずに来て、あ、こういう風にできたんだ、かなり納得感のある展示になってました。よかったですね。平戸城の隣には亀岡神社があります。そしてその目の前の境内には桜並木がありますね。平戸港にちょうどフェリーが到着しました。背景には平戸城も見えます。こういう風にして沿岸部が歩けるようになってますね。そしてそんな平戸港を歩いていくと見えてきました。平戸のオランダ商館です。これ入り口どこにあるんだって思いましたけど、正面の階段に隠れてここにあります。この場所は江戸時代の初め、世界初の株式会社とも言われるオランダ東インド会社、通称 VOC の貿易拠点でした。今ある建物は1639年に建てられた倉庫をもとに復元された資料館で2011年から公開されています。1609年、江戸幕府から貿易を許可された VOC は平戸に商館を置きました。その始まりは土蔵のついた一軒の住宅だったそうです。それから貿易の拡大とともに施設も広がり、平戸は東アジアとヨーロッパをつなぐ国際貿易の最前線になっていきました。ところが1639年に建てられた倉庫に西暦の年号が記されていたことを理由に幕府は建物の破壊を命じます。その背景にはキリスト教への警戒を強め、対外統制を進めながら鎖国へと向かっていった時代の流れがありました。こうして平戸のオランダ商館はおよそ33年で幕を閉じ、その後長崎の出島へと移されました。平戸オランダ商館、館内はそこまで広くはないんですが、
平戸の海外交流の歴史を分かりやすく知ることができました。以前の長崎の動画では出島も訪れましたが、オランダ商館があった平戸とその後移された長崎の出島両方見ることができてよかったです。オランダ商館長カピタンの暮らしも平戸に行った時の方が出島に移った後よりも自由があったそうで、そんな違いも知ることができて面白かったですね。平戸にやってくるオランダ船はこの港に灯された明かりを頼りにやってきたそうです。オランダ埠頭、日本にやってきた VOC の帆船を荷下ろし積み込みをしていた場所がここだったそうです。街灯の上にある消息がオランダ船のデザインになってますね。続いてやってきたのは安仁の館です。多分ここで合ってるはず。安仁の館っていうのはここのことなんですか？三浦安仁がの館。あ、そうなんですね。イギリス商館がなくなってからこちらにですね、安仁さん住んでいて、お2階もよかったら見学できますので。あ、いいですか？はい、展示物などはないんですけど、はい、2階に見学ができるみたいなので見学させていただきます。2階はこういう感じになってます。この安仁の館、今は和菓子屋さんになってるんですが、江戸時代徳川家康の外交顧問として活躍したウィリアム・アダムス、後の三浦安仁という方が暮らしていた場所です。今は平戸蔦屋さんという和菓子屋さんになっています。平戸の風土から着想を得た和菓子だそうです。日本とオランダの交流の始まりは関ヶ原の戦いの半年前にあたる1600年の春、現在の大分県の臼杵に一隻のオランダ船が漂着したことに始まります。そこに乗っていたのがイギリス人航海士ウィリアム・アダムス。オランダから極東を目指し5隻の船で出発しますが、その航海は悲惨なものでした。沈没や拿捕、疫病などにより日本にたどり着いたのはアダムスが乗るレリーフデ号のみでした。その後アダムスは日本で海賊とみなされ拘束されてしまいます。そんな中家康に召し出され、その知識と能力を高く評価されました。こうしてアダムスは後に三浦安仁と名前を与えられ、幕府の外交顧問として活躍していきました。アダムスらが漂着したこと、そして松浦家の働きかけなどもあって1609年平戸でオランダ貿易が始まりました。この通りの感じもいいですね。いや、安仁の館行けてよかったです。ディズニープラスで配信されている真田広之さん主演の将軍っていうドラマがあるんですけど、これがめっちゃ面白いんですよ。関ヶ原の戦いの前夜を描いていて、徳川家康とさっきの三浦安仁をモデルにしたキャラクターが主役で、本当に傑作なので気になる方はチェックしてみてください。安仁が暮らしていた家見れてよかったですね。和菓子屋さんもかなりいい雰囲気のお店でしたね。港から車を10分ぐらい走らせて川内峠にやってきました。さっき言った安仁の館で和菓子を買いました。平戸の名物のカスドースと、これまた平戸の名物のごぼう餅ですね。この和菓子屋蔦屋はカスドースの元祖らしいですね。カスドースいただきます。甘くて美味しい。卵と砂糖をふんだんに使ったお菓子で、もう一つの平戸のメーカーごぼう餅もいただきます。黒と白と抹茶の3種類あって、ごぼう餅っていう名前ですが、ごぼうが入ってるわけではなくて、形がごぼうに似てるからということで名前が付けられたそうです。砂糖とうるち米でできた餅にケシの実をまぶしたお菓子。いただきます。素朴な美味しさでした。いや、それにしてもこの目の前の景色半端ないね。思わず走り出したくなる大草原。疲れた。これはすごい大絶景。
すげえ気持ちいい。このねドライブする道も最高ですね。ちょっと川内峠めっちゃいいわ。ここマジ最高。またさらに南下して世界遺産のエリアに行きます。いやーすごいねこの景色。熊本の阿蘇の方にも似てますね、この草原の感じが。行木島の手前にある世界遺産の構成資産になっている春日集落というところにやってきました。ここには案内所があるので、ここ立ち寄ってからこの辺一帯をちょっと見たいと思います。カタリナというところですね。こんな感じでトイレがあって、お土産が買える場所があって、世界遺産に関する映像と展示ブースがあります。でここ自体は460年前、信長の時代に一斉改宗でキリスト教になった集落で、平戸は最初の貿易内定がポルトガルで、ポルトガルはキリスト教を入れないとなかなか貿易しなかったんで、平戸の藩主はならずに行きつきとかこことか、平戸の西海岸を治めていた家老が貿易のためにキリスト教になって熱心だったんで、自分の領地の住民を全員支援にキリスト教にしてしまった、その集落の一つだったんですね。でここ自体は明治になった時にカトリックにならずに隠れキリシタンとして近畿時代の信仰を続けたんで、教会がないんですね。春日集落が構成資産となっている世界遺産の登録名は、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。潜伏キリシタンと隠れキリシタン、一見すると同じように聞こえますが、実は区別されています。潜伏キリシタンとは、禁教の時代に表向きは信仰を隠しながらキリスト教を守り続けた人たちのこと。そして禁教が解かれた後、独自の信仰を続けた人たちは隠れキリシタンと呼ばれます。キリスト教が解禁となった19世紀後半以降、多くの潜伏キリシタンたちはカトリックへ復帰し、潜伏を終えました。一方で春日集落では禁教期以来の信仰が守られてきました。そこにこの土地ならではの歴史があります。関連遺産で調べて一応来たんですけど、その春日の集落だけカトリックに戻ってないじゃないですか。それがなんでなんだろうなって結構、結局行きつきも一緒なんですけど、当時の島民の1割ぐらいがカトリックになったしてるんですね。で他の人たちはやっぱりほとんどの人がカトリックに戻らなかった。先祖が守ってきた信仰をそのまま続けたんです。昔でそういう仏様神様を粗末にすると罰が当たるという考え方もあったそうです。逆に変えちゃうとあれってことですもんね。そこは相当いろいろ揉めたそうですけどね。宣教師がいない中でやってきてるんで、自分たちの独自の信仰に変わっていったかもしれないというところなんですね。それとこれが江戸時代のここの絵図ですけど、この絵図と現在のこの地形がほとんど変わっていない。ということは通りの景観がよく残っているということで、世界遺産としてもそこはちゃんと評価されたんですね。今から先写真撮る人は夕日を撮るんで、夕方遅ここまで歩いていって、この辺から写真撮る。じゃあ行ってみます。ありがとうございます。はい。春日の棚田っていうすごく綺麗な棚田が見れるところがあるらしいので、そこに行ってみようと思います。春日の棚田に向けて歩いてます。駐車場から700メーターぐらい歩くって言われたんで、すでにめちゃめちゃいい景色ですね。棚田にちょうど水が張られているので、本当に見栄えがあるというか、いやー、のどかな田舎の原風景っていう感じで、こういうとこ大好きですね。多分あれだな。お椀型の山っすね、多分。ちょうど時間的にも最高の時間だと思いますよ。これですね。フェンスがあるって言ってたんで、かわいいおっちゃんのイラストが。よし。さてさて、登ってきましたと。これは絶景。で、このめちゃくちゃ美しい棚田、これ自体が世界遺産っていうわけではなくて、この集落全体が世界遺産です。キリスト教が禁じられていた時代に、隠れキリシタンの方たちが
どのようにして信仰を守り続けてきたのかを示している遺産になります。いやー、これでちょうど6時ですね。この時間でもまだ田植えされている方がいらっしゃいますね。すごいな。でもこの景色もこうやって農作業されている方のおかげで見れているわけなので、いやー、感謝ですね、本当に。やっぱ田んぼに水が張られているのがいいですね。ちょうど光が反射して鏡のようになって、これは美しい。カエルの声と水の音しか聞こえないです。ちょうど今夕日が沈みかけているので、サンセットが美しいという行きつけ島に行きます。行きつけ大橋を渡ります。絶景だ。すごいわ。日が沈むのをひたすら西に追いかけていくような感じです。おお、すごいね。まさにトンネルを抜けるとってやつですね。おお、すごいわ、これは。ここもすごいね。いやー、時間帯最高ですね。さて、到着しました。さっきの世界遺産のエリアから行きつけ島に入ってきました。で、この海岸沿いのサンセットロードをずっと北上して今ここにいます。夕日が真っ赤です。いや、これは綺麗だわ。今6時40分、ちょうど日が沈みます。もうここは日本で一番日が沈むのが遅いって言っても過言ではない場所ですね。日本の西の端、素晴らしい。ちょうど夕日が沈みました。いや、完全に沈み切るのを久々に見たかもしれない。晴れてれば毎日見れるけど、案外見ないですよね。いいもんですね。そしてこの近くにあるのが塩田原の岩壁と言われる断崖絶壁、柱状節理ですね。やっぱり玄界灘に面した土地は柱状節理とか多いですよね。糸島とか唐津の北の方とか。もう日は沈んでしまいましたが、行きつけ島の最北端、一番端っこにやってきました。さあ、やってきました。大前灯台。すでに日が沈むのを見てるのであれですけど、せっかくね、旅行に来たからにはやっぱ端っこにも行きたくなるっていうのは佐賀みたいなもんですよね。さあ、上がってきました。意外と上から見ないとわからないですね。目の前に絶壁があります。さっき言った塩田原岩壁のこっち側って感じなのかな。もう時間は7時超えてますけど、さすが西の端ですね。ご覧の通り絶景です。この灯台は大前花灯台っていうんですね。それで大前灯台なんですね。なるほど。いや、でも改めて平戸広いですね。平戸広いですけど人口密度は低いのであんまり人と会わなくて観光するには快適ですね。今日は平戸に宿泊するので、また平戸港の方に戻ります。平戸和牛焼肉すずさんということで、夕飯は平戸牛の焼肉を食べます。このお店予約してないと入れないことも多いらしいんですけど、なんとか滑り込みで入りました。しかも全席個室なので、すごく落ち着いててありがたい。この平戸牛は長崎和牛というブランド牛の一つで、5年に一度開かれる和牛オリンピックで日本一に選ばれたこともあるそうです。うまい。もう言葉で説明不要の美味しい焼肉でした。落ち着いて食べられるお店の雰囲気も良くて、ゆっくり味わえたのも良かったです。この通りも飲食店あんま遅くまではやってないんですけど、いい感じの通りですね。というわけで本日
日泊まる宿にやってきました。平戸海上ホテルです。本当に名前の通り目の前に海があって、オランダ商館から本当にすぐ近くにある場所です。部屋はこんな感じの和室です。今日行きたかったけど行けなかったところを明日の朝一で行こうと思うので、もうお風呂入って寝ます。大浴場に入ってきました。いやー、面白かったですね。というのも珍百景に登録されたことがある大浴場なんですよね。なんか地下みたいなところに入ってって体を洗う場所があるんですけど、そこの周りに多分円形の水族館があって、その真ん中であの人間がお風呂入るっていう、なんか不思議な構造でしたね。なんていうか昭和のバブル期に建てられたんだろうなって思うような作りでした。最初体洗ってる時に全然魚いないじゃんって思ってたんですよ。そしたらなんかいきなり黒い影が見えて、はって見たら魚群がバーって目の前を横に行って、あれもう笑っちゃいましたね。いや、面白かったですね。なんかいろいろ考えちゃいました。今日一日平戸を観光して思ったのはやっぱ広いですね。平戸は最初平戸島の下の方、南の方も端っこまで行こうと思ったんですが、全然時間がなかったですね。行きつき島も正直端っこにドライブするだけだったので、なかなか広くて回りきれなかったです。ということで1日目はこんな感じです。早く起きるために早々に寝ます。おやすみなさい。いやー、綺麗。朝日最高。おはようございます。朝風呂入ってきました。いやー、朝日が目の前に昇る全室オーシャンビューなので、もう気持ちがいいですね。このホテル、ちょっと年季の入ったホテルではあるんですが、見える景色が格別でした。この通り目の前は海です。結構釣りしている方もいっぱいいますね。ご飯にあやかろうと猫ちゃんもいます。車の上に乗ってますよ自由だな。おはよう。さて、平戸の2日目始めていきます。まず最初にやってきたのは昨日来れなかった平戸を代表する名所です。この配色めっちゃいいですね。エメラルドグリーンというよりはミントグリーンとかアイスグリーンに近い色で美しいです。正面に立つと分かりますが、左右の塔が大きさが違っていて非対称ですね。中の見学が朝の6時からできるみたいですね。中見ていきます。昨日見る予定だったんですが、結果的に朝見られてよかったですね。ちょうどこの朝日に当たる教会も美しかったです。ということで平戸の1日目はここまでとなります。平戸市、いやー広かったですね。もっとじっくり回りたいところとか行きたいところ他にもあったんですけど、ちょっとやっぱ足りなかったですね、時間が。でもこの平戸港周辺のこの雰囲気も落ち着いててめっちゃいいですね。この近くに泊まれて本当に良かったですね。また遊びに行きたいと思います。そして次も、平戸なんですが、今目の前にある平戸港からフェリーに乗って平戸市の離島に向かいます。この動画が参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。